皆様こんにちは、カエルテです。朝ごはんをヤギにやったのですが、もうめいめいうるさいので、ちょっと裏の方に草を食べさせに連れてきました。この子たちが成長期っていうのもあるんですけれども、秋に入ってやっぱりとてもね、食べる量が増えてきました。ヤギが逃げるといけないので、単管パイプをこうもう1メートルぐらいズボッと中に埋め込んでもらって、で柱を立ててもらいました。ここにね、リードを引っ掛けて、で草を勝手に食べさせています。樹皮も大好きで、これはオリーブですけれども、皮をねもう食べていくんですよね。ちょろ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 。金網でネットをしたんですけれども、思った以上にリーチが効いて高いところまで届いてしまうので、こうやって樹木用のこのテープっていうんですかを買って、これを巻いています。これでうまくいきますように。冬になるとたくさん生えていた雑草が消えてしまうので、今のうちにしっかり食べさせています。みかんの木のそばにつないでやったら、案の定みかんの葉っぱを食べ出しました。これ大好きなんですよね。柑橘系の葉っぱ、硬くて苦くてまずそうなのにね、ほんと美味しそうに食べてますよ。この甘夏の木はすごく大きいんでね、少々食べられてもいいんですけれども、こっちのみかんの木は食べないで。前からやろうやろうと思ってなかなか重い腰が上がらなかったんですが、ようやっとやる気になりました。何をするかというと、これらの材料を使って看板を作りたいと思います。民泊の前に英語表記の看板をぜひ出してほしいと外国人のお客さんからよく言われていました。ちょっと暇になったので作っちゃいました。これ焼きすぎなんですけれども、板塀をやってもらった時に使った端材にこうやって竹串でだいたい大まかなところの文字を書いて全体のバランスを見ます。これ日向ぼっこっていう屋外用に耐える粘土なんですけれども、私はよくこれを使います。
外のね部分だと樹脂粘土とか、あとなんだろう、紙粘土とか、雨が降ったら溶けてしまうので、この日向ぼっこは結構耐久性もあっていいのでおすすめです。古民家民泊カエル手なのですが、この民泊っていう言葉を英語に直すときになんかこういい言葉がなくってね、で一応ねゲストハウスという形にしました。看板ってね、オーダーすると結構いい値段がするんですよね。なので私は全て手作りしています。この粘土、さすがに10年は持たないと思いますけれども、数年はいけると思うんですよね。で手作りなんで数年経ってみっともなくなってきたらもう一回作ろうかと思います。この丸に漢数字の1が入っているようなこのマークはですね、我が家の屋号でございます。出来上がりました。乾いたので玄関のよく見えるところに旦那くんにつけてもらいました。なかなかいいですよね。もう天才的としか言いようがありません。リキオファームにめいちゃんを預けに来ました。すると子ヤギがなんか大声で叫んでいます。じょうろの中に頭突っ込んで取れなくなったみたいですね。他のヤギたちが心配して駆け寄っています。おっぱい飲んで。おっぱい飲んで怖い気持ちはチャラになったようです。みんな帰ってる。みんな帰った。もうこういうことがあるんだよな、この小さい子ってどんくさい。もう誰の子？なんとも言えない微笑ましい事件でした。この人はもうな、すごい好きやね、私のことが。はい、ヤギは可愛い。朝いつも散歩してた公園。子ヤギたちがグループを作って遊んでいます。
白菜のおやつ、みんな当たる？みんな大集合ですごいです。あれ向こうから見たなんか。ヘレンちゃん。あ、バーバラさん。バーバラ。バーバラ頑張れ。本当はね、引き取って持ってて、ほな、ここのローズ行かな。力夫ファームはヤギの預かりをしてくれるので、めいちゃんがね、発情期でギャン泣きするので、ちょっと2日ほど預かってもらいに来たんですけれども、力夫さんからお話があって、ちょっと今回はめいちゃんは預けておいて、去勢のオスをうちの方に連れて帰ることにしました。しかもこのオスがうちの黒いヤギのポニョちゃんの双子の弟なんですよ。小学校の方にレンタルヤギで行っていたのがちょうど帰ってきたとのことで、ピヨちゃんというのですけれども、ピヨちゃんにはこうやって車に乗ってもらって我が家にショートステイしてもらうことになりました。さあ、うちに着いたのでポニョとご対面です。覚えてるかな、兄弟って。あとまずは網越しにお友達みたいな。お互い匂いを嗅いで、あ、なんか大丈夫そうなので一緒に入れてみたいと思います。仲良くできそうなので、もういいかなと思ったのですが、よかった。はい、始まりました。これね、うわ、ピヨちゃんやられてる。おっと。ポニョが勝ちましたね。まさかのポニョ勝ちか。あの後別々につないだりとかいろいろちょっとこう工夫してみたのですが、ポニョがもうね、どつくどつく。どっちが先巻いたの？わかんないけど、ポニョがここに長いこといるから、それも勝敗のあれじゃない？あれはもともと汚れてた。ポニョ、お前どうしたんだよ。いつもめいちゃんにやられていたおとなしかったポニョちゃんがどこかに行ってしまいました。この日は別々にして一夜を明かしました。そして次の日、なんか気になってね、いつもより早く目が覚めてしまいました。2匹を一緒にフェンスの中に入れたのですが、昨日よりなんかね、仲がいい感じがします。ポニョもね、まだリーダー面をしようとしますけれども、2匹だいぶ
仲良くなりました。お互い兄弟だというのは覚えているんでしょうかね。ヤギばっかり構っていたので、鶏たちがツンツンとつつきに来ました。とりあえず朝ごはんですね。うちにいるのは全員メスなんですけれども、それでもトサカがとっても綺麗ですよね。この間うちに多肉植物を買いに来たお客さんが、トサカの部分も美味しいというふうに話しておられました。鶏たちの真横でね。畑にやってきました。植えていたイチゴが花をつけているので、ちょっともうねこれ取ってしまおうと思います。今日は何をしに来たかというと、菊芋の収穫にやってきました。子供の時は大好きだった芋掘りですが、今はもうねちょっと一人では全くやる気がしない作業ですね。ちょっとみんなで手分けしてやっています。で、菊芋ってどこに植えたかわからなくなってしまってで、かなり余計なエネルギーを使いながら芋掘りをしたんで、来年はねちょっとね植えたところに支柱でも刺しといたらいいかと思います。多分動画を見ただけでは皆さんどこに芋があるかわからないと思います。もう泥の中に菊芋がいっぱい入っておりました。収穫物はこんな感じです。洗っていきたいと思います。ここはお湯が出ないのでお水のみなんですけれども、それでもね今日は暑くて逆にねちょっと気持ちいいぐらいでした。軽く洗ったものをこうやってトレーの中に入れて乾かします。菊芋ですが、私はお肉とそれからこんにゃくとかと一緒にきんぴらにして食べるのが一番好きです。これしばらく楽しめる感じですね。閲覧注意です。なんか雰囲気を感じて。芋掘りの時の戦利品、こうやって鶏たちにやったらまあ喜んで、ほら祭りみんな大変です。でわざわざでんでも。それでは皆様、次の動画で会いましょう。